皆さんこんにちは。日本語講師のゆりです。日本人と接していて意味はわかるのになぜそうなるのか理解できないと迷ったことはありませんか？この5分ジャパニーズリスニングプラクティスでは言葉や行動の背景にある日本人にとっての当たり前や価値観を皆さんと一緒に紐解いていきます。5分後のあなたは今より少し日本人の本音や文化、社会の空気が見えるようになっているはずです。今日は暗黙の了解というキーワードから日本人の心を覗いてみましょう。前回は与謝蕪村の俳句、菜の花や月は東に日は西にを紹介して、言葉に書かれていないのに情景や季節の移ろいまで自然に想像できてしまう感覚を皆さんに体感してもらいました。今日はその暗黙の了解がなぜ日本語や日本文化の中では当たり前のように機能するのかをちょっと整理しながら話をしていこうと思います。暗黙の了解っていうのは言葉でははっきり言わなくても同じ集団や関係の中で自然に共有されて、あと理解されている、そういうルールや考え方のことを言いますね。少し難しい言葉だと不分律っていうこともできるんですが、どちらかというとみんな暗黙の了解っていう言葉の方が使うかなと思います。暗黙の了解が多い、つまり共有している前提が多ければ多いほど、言葉に書かれていない情報を重視する文化になりますよね。日本は多くの人が同じ季節を経験して、イベントを経験して、似たような学校生活を送って、同じような価値観の中で育っていきますよね。なので、言わなくても伝わる前提っていうのが自然と増えてくるんだと思うんですね。エドワード・ホールさんという方は、日本とは対極な文化圏としてスイスを挙げていました。スイスは多様な背景の人が集まる国ですよね。人によって前提がバラバラなんですよね。なので、言葉自体が意味を持つ文化になりやすいということですね。ここからが今日一番大切なポイントです。日本語は言葉にしない部分の意味がすごく多いですよね。皆さんもご存知だと思います。言葉そのものだけじゃなくて、その裏側の文脈と経験と感情までセットになって伝わることも多いです。俳句はその象徴と言えると思います。単語一つで背景全体が呼び出されるというのは、まさに言葉にしない情報を読む文化そのものですよね。現代でも日本語は情報を言葉じゃなくて文脈に置くタイプの言語なんですよね。変わってないんですよ。例えば、大丈夫ですっていう言葉を2個ぐらい前のポッドキャストで取り上げたような気がするんですが、大丈夫ですは言葉の通り OK の場合もあれば、ノーの場合もあって、ノーよりはちょっと緩めの拒否の場合もあれば、遠慮であったり、気を使う意味で使ったりとか、あと単に相手に決定を委ねる場合にも使われるんですよね。パッと思いつくだけでも大丈夫ですにはこれだけ意味があるんですが、日本人同士だとだいたい意味が文脈で自然に読み取れてしまうんですよね。これこそが俳句と同じ暗黙の了解と呼ばれるものですよね。みんなそれを理解しているわけです。難しいですよね。皆さんの国では大丈夫ですみたいないろんな意味になりうる言葉っていうのはありますか？ちょっと珍しい気もしますよね。最近はソーシャルメディアが普及してきましたし、あと日本は核家族化と呼ばれるものが進んできたのもあって、日本人がだいたいみんな共有しているような経験っていうのもちょっとずつね、変わってきてるんですよね。
なので、日本の暗黙の了解も今後は形を変えていくかもしれません。とはいえ、俳句は日本語の奥行きとか、昔から今に至るまでの日本人が共有している大体のイメージを知るためにはとてもいい入り口かなと私は思います。ぜひこれからは単語の意味だけじゃなくて、この言葉はどんな共通のイメージを前提にしているのかなというところも意識をして日本語を聞いてみてください。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。